皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回もですね、将棋ウォーズで実況対局の方をやってまいりますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速やっていきたいと思います。今回もね、10分切れ負けで音声を香川真の女流三段にしてあります。相手の方は振り飛車ということで、どうでしょうか。私後手番ですね、今回ね。相手の方が先手番で、どうでしょうか。振り飛車、居飛車、四段の方ですね。強い方ですね。そうですね、ちょっと長考になってますが、7六歩でしたね。どうでしょうか。振り飛車が得意ということなので、飛車をね、振っていきそうですね。そうですね、四間飛車ですね、ノーマルな四間飛車。どうでしょうか。藤井システムのような、藤井システムのような手出しですね。これは王様のね、囲いを後回しにして、端歩をついてね、穴熊にね対して速攻を仕掛けようという藤井システムとね言われる指し方です。今回どうしますかね。いろんな指し方ありますが、穴熊にでも目指していってみますか。藤井システムなんでね、どうなるか。ちょっとね、じゃあ変化球でこれがねちょっとね変化球の手で、3三角と上がる手もあるんです。これねちょっと面白い指し方なんですが、こうやってね角を、角が狙われるところもあるので、あっという間にね右手右側に2手でね回してしまって、穴熊玉をね囲っていくという指し方です。端歩をついて、これね7三角といった後に9五角と出るような味があります。相手の方かなりですね積極的に来てますね。これはね王様も深く来た場合によってはもうどんどん速攻しちゃうよっていうことですね。私の王様ってこれで私の方がねどうするか。これで穴熊にする手もあるので行ってみますか。穴熊ねちょっと危険かもしれませんけど、3二金とかがあればね手堅いです。これで角を引いて6五歩ですかね。で王様引いてもう一手ね2二銀と上がれればいいですけど、この瞬間だけ角が通ってるんでね銀上がって今9六歩は9五角とね出られる手を嫌った手です。飛車を引いてこれ地下鉄飛車のようなね感じを狙ってるかもしれないですね、相手の方ね。金が上がってみましょう。金寄る手もあるところです、これはね。で、銀は上がってきましたね。どうしようかな。銀を引きますか。私はさらに固める指し方ですね。でちょっと待ってくださいね。この辺からね難しいんですよ。相手の方はね攻めてくる可能性も上がりますか。このね、相手の方の形はちょっと独特なんですが、美濃囲いとはね違うんですけど、そうですね、こうやって飛車をね下段に回れるよっていうのが主張ですね。さあどうしますかね。これ難しいところですね。桂も飛んで、これ2五桂と飛んできてねかなり危ないんですけど、かなり王様がね私の方しっかりしてるんで2五桂だけでね潰れることは基本的にはないですね。4五歩ですか。これは大胆ですね。これは同歩に桂馬飛んでも一気に来ようってことですかね。かなりの積極策ですね。同歩2五桂ってことでしょうか。で、角がねこう効いてるんでね、なるほど、これはね気をつけないといけないですね。同歩で2五桂、さあそこでどうやって受ければいいのかって話ですね。なるほど、同歩2五桂でついたらそうですね、同歩に2五桂、やってみますか。同歩にねこれ2五桂ってことだと思うんですよ。でこの時に角道をねこう通してて1三桂成とかなってた後にねこの角がこう通ってくるよってことだと思うんで、いやかなりねだからすごい傷ですけどね。この地点だけ見ると傷ですけれども、おそらく2五桂ってことだと思うんですよね。これでどうやって受けるのがいいのかな。難しいですね。なるほど、こういう指し方もあるんですね。2五桂で1三桂成、例えば2五桂でね1三桂成に同銀ってどんな形なんですけど、そうするとこう角道が通ってくるので銀をね7五銀とか出ると王手角取りがかかるっていうすごい格好なんですね。これね角が睨んでるんで、2五桂の時にどうするのがいいかな。ちょっとねこれ考えないといけないですね。今相手の手番、相手の方手番ですが、違いましたね。そっちですか。これは同歩で取りますかね。これで桂ってことでしょうか。今ね単に2五桂もあったと思うんですけどね、これは角道を止めた手なんですけれども、私の方もねこう7六歩と伸ばす手が楽しみとしてできるんで、現状歩を持ってないんでね、歩があるとこう7四歩と打たれて嫌なんですけど、こちらですか。なるほど、これももちろんあるところですね。これだと歩をついて、一発この歩が入るのが、私としては気持ちのいいところですね。角をね、8八以外に引きますと銀取られちゃうんで8八に引くんですかね。で8六歩とついちゃっても結構いけそうな今回は気がしますね。2五桂からね8攻めがいつでもあるんで、そこだけはねなんですか甘く見ちゃいけないというか注意しないといけないところです。こっちを取るかね、こっちついた方が良さそうな気がしますね、この場合はね。5五歩とね戻す手もあるところです。同銀なら、6五桂と飛んでね。どうでしたかね。2五桂の方が怖かったですけどね、実戦的には。
まあその辺ね、まあこれはなるほど、これは角をなんていうんですかね、ぶつけるそうってことですね。歩をなったらぶつける、まあそれも悪くないが、桂馬を飛んだ方がよりいいかな。これね細かいとこなんですけど、そうですね、この時に桂馬を成れるんでね、この方がね、まあこうなる手もあったんですが、これですと、まあ、銀桂交換に、ね、なるので、まあ、先取る方がいいか。さあそうですね、今銀桂交換の成果を上げたんですが、まあ、これどうするかですね。ですね、どういうのがいいかな。こうなるのが一番自然ですけどね、こうなってやってこいでいきますか、もう堂々と王者のね。まあこれは難しいところですね。はい、もっとね、なんかもうちょっと技を使う手もあるところです。これはまあ3-3とかね、7-7とから、2-2飛車成任すかもね、間に合わしちゃうんですね。これ相手から歩がないんでね、この時取り込みですかね。さあ、桂ですか。これはもう銀打っちゃおうかなってやつかね。これね、慌てる必要はないんですよね、私の方はね。そう、桂頭の銀、これ受けの形で、これね、ぜひ覚えてください。穴熊に限らずね、ある形です。飛車角を角なってこようってことですか、そこにね。なるほど。まあじゃあ自然にされてみますか。まあこれいろいろあるところです。ここはね、正直いろいろあるんですが、一番シンプルにちょっと指してますね。で取り込んでくるんでしょうか。今ね5五歩とかもあったと思います。これ5五歩と取り込んでここに歩を打つ手をね多分狙ってくるんですが、まあシンプルにちょっといってますね、一番ね、と金によってで飛車を成ってと、これがね待望の一手ですね。さてでこれで歩を受けて、さあこの辺からね、今完全に馬成りで指してたんですけど、手成りで指してたんですけど、ちょっとこの辺から考えないといけないですね。角を打ってで歩をついて、さてね、さあどうしようかな。これ金取るのが一番いいかな。香を取る手もありますね。香を取ると歩をなってくるのかな。で同金まあそれでも良さそうですけどね。ちょっとねこの辺から考えます。角をと金、香を取る、歩を取る、どっちがいいかな。5四金もあるんですよね。どっちがいいかですね。桂馬を取っちゃう。ここで桂馬を取る手もあるな。ここで桂馬取る方がいいですか。これ感触いいですね、よく見たら。これねどういうことかというと、ここだと同桂だと歩をなって王手飛車取りで、同馬っていう形がねすごく変な形というか嫌な形なんですよね。これ5五銀なら馬取っちゃえばいいですし、同桂ですと4七歩成が王手飛車取りでございます。気持ちいいね。誰しもみんなが好きな、皆さん大好き、私も大好き、王手飛車取りがかかります。で同桂だとね、同馬なんですけど、これでね香を取っておくと馬がねこうなんですか、5三歩成も同金で取れますし、同金あるいは金寄るとかでね。でこれ馬がここに来るとね端攻めにくいんですよね。ここにやっぱ桂馬が来た方が1三歩って打てるんですけど、この馬がそう一手またこう引く羽目になるじゃないですか。引く羽目だと引く形になるじゃないですか。これがねまず香車打つのがいいかな。ここに香車打つのもね気持ちのいい手で馬を追っかけます。これ歩成ってねもうさすがに勝負してくるかもしれないですが、歩成の時迷いますね。馬を取っちゃっても一気にいけるかな。馬取る方が爽やかかな。まあいろいろあるところですね。これはっきりねやっぱ穴熊硬いっすよね。これねこうなると硬い。これね松尾流穴熊っていう囲いです。今更ながらのこう囲い説明なんですけれども、こうね穴熊なんですけど4枚くっついてるね穴熊、4枚くっついてる穴熊です。ビッグ4っていうね、将棋界最強の囲いと言われる形があるんですけど、さすがにビッグ4ほどではないですが、このね松尾流穴熊というのは非常にね硬い囲いです。松尾歩ね八段が愛用してね好成績を上げたので、松尾流穴熊というね名前がついております。この松尾流穴熊のね特徴としては、こうなんていうんですかね、8八の今回ね私後手番なんですけど、先手番でいうと8八にねいるこの銀ですね。銀が仮にねこう例えば端に動かされても、さらにね下の銀がねこう金太郎飴のようにこう出てくるわけですね。だからこう2段階になんていうんですかね補強できてるっていうのが特徴ですね。銀です。これは辛いけれども、根性の一手という感じですね。さあどうしますかね。結構ね桂馬打つのがいいかな。これも同香で取るとね同桂もあるんですけど、同桂で先ほど言ったようにここに桂馬が来るとね端を攻められちゃうんで、これがね結構細かい手でですが、歩を打ちましたか。これも金取っちゃいますね。角竜取れば桂なってよしで、同金なら6八竜と、これでね行くのがこっちのね8九竜といっちゃうと桂馬がそっぽになっちゃうんでね。さてそろそろ寄せですね。銀をかけまして、これね竜を王様のラインに置いて相手にある金を攻める金打ち、これね攻めの定番ですね。で金を取って、でこの時にね5七金と打つ手なんですけど、歩が一番ね歩の攻めが一番これ激痛ですね。歩がはいで歩を打ちまして、これは詰み筋に入りました。ありがとうございました。お見事。は
はい、いかがだったでしょうか。私の方が後手番で、相手方なんかね、先手番四間飛車からの藤井システム対居飛車穴熊のシフトですよね。それに対してね、数ある対策がある中から、今回はちょっとね、変化球でね、早めに角を転換して指す指し方を、試してみました。今回のね、作戦もそこそこね、結果的にはうまくいきましたがね、藤井システムの、速攻を食らうことなくね、穴熊に食えましたし、中盤以降ね、やはり相手の方が地下鉄飛車から穴熊の端を狙ってきたんですけれども、その端攻めをかましながら、うまく、勝ち切ることができたという将棋でした。この動画が良かったなという方は、グッドボタンを、チャンネル登録の方も、ぜひぜひよろしくお願いいたします。解説編も見ていただけるとなと思います。それではまた、さようなら。